99% が勘違いカード決済の売上金。実はあなたのお金ではありません。錯覚。皆さんに質問です。あなたがお店を経営しているとします。お客さんがクレジットカードで100万円の買い物をしました。この瞬間、その100万円は誰のお金でしょうか？おそらく多くの人はこう答えるはずです。もちろんお店のお金でしょう。売上なんだから、そう考えるのが普通です。実はここに大きな落とし穴があります。今日はある倒産事件を題材にして、お金の所有権について考えてみたいと思います。なぜなら、多くの経営者が当然だと思っていることが、法律上は全く違うからです。例えば銀行口座に1000万円あるとします。多くの人は、私の口座だから私のお金だと思っています。ですが法律上は少し違います。銀行に預けたお金は、銀行に貸しているお金です。私たちが持っているのは、銀行に返してくださいと請求する権利です。実はクレジットカードの売り上げにも、よく似た話があります。お客さんがカードで支払った。だからそのお金は自分のもの。そう考えてしまいます。しかし本当にそうなのでしょうか？ここで少し考えてみてください。カード会社は誰に支払う契約になっているのでしょうか？本当にあなたのお店なのでしょうか？それとも別の会社なのでしょうか？実はこの違いによって、同じ100万円でも、安全なお金になる場合と、回収できないリスクを抱えたお金になる場合があります。さらに恐ろしいことがあります。多くの経営者は、自分がそのリスクを負っていることに気づいていません。売上だから安全だと思っています。ですが実際には、ある会社の信用力を信じて待っている状態だったりします。今回の全投信の問題は、まさにそこを浮き彫りにしました。ただし、これは特殊な業界の特殊な事件ではありません。むしろ、カード決済を使うすべての事業者に関係する話です。まずは、私たちが思い込んでいるお金の常識から見直していきましょう。契約。では実際に、カード売上は誰に支払われるのでしょうか？多くの人が頭の中でイメージしているのは、お客さんがカードを使う。カード会社がお店に振り込む。とてもシンプルな流れです。もし本当にそうなら、全投信のような問題はほとんど発生しません。カード会社に直接請求すればいいからです。ところが現実はもっと複雑です。多くの場合、お店とカード会社の間には、決済代行会社が入っています。お客さんがカードを使う。カード会社が支払う。その後決済代行会社がお店へ清算する。こういう流れです。ここで重要なのは、お金の流れではありません。契約の流れです。お金の流ればかり見ていると、本質を見失います。本当に見るべきなのは、誰が誰に対して支払い義務を負っているかです。例えば、皆さんが友人に10万円を貸したとします。ところが返済の窓口として、別の人が間に入っていたとします。もしその人が倒産したらどうなるでしょうか？お金がどこを通るのか、誰が管理しているのか、そういう話が重要になります。全投信の問題も同じです。加盟店が持っていたのは、カード会社に対する請求権ではありませんでした。全投信に対する清算請求権です。この違いは非常に大きいです。なぜなら、カード会社は約束通り支払っていても、全投信が支払えなくなれば、加盟店にはお金が届かないからです。ここで、だったらカード会社が加盟店へ直接振り込めばいいじゃないか。そう考える人もいると思います。私も最初はそう考えました。ですが、契約という観点で見ると話は変わります。カード会社は、契約で決められた相手に支払う義務があります。勝手に別の相手へ支払うことはできません。もし勝手に支払った場合、本来の支払い先から、まだ支払いを受けていないと言われる可能性があります。つまり二重に支払う危険があります。だから、善意で加盟店を捨てようとしても、簡単にはできないのです。ここで見えてくる事実があります。加盟店は、カード会社を信用していたわけではありません。実際には、決済代行会社を信用していたのです。しかし多くの場合、その認識はありません。カードブランドを見て安心している。カード会社を見て安心している。ところが本当に信用している相手は、その間にいる決済代行会社だったりします。全投信の問題は、この見えにくい契約構造を多くの人に突きつけました。そして次に見ていくのは、もっと重要な話です。実は加盟店は、決済サービスを利用していただけではありません。知らないうちに、ある金融取引を言っていました。信用。ここからが今回の話の本題です。全投信の問題を、単なる決済トラブルだと思うと本質を見誤ります。実は加盟店は、決済サービスを利用していただけではありません。知らないうちに、ある金融取引を言っていました。それは信用取引です。信用取引というと、証券会社で株を買う話を想像する人が多いかもしれません。ですが今回の信用取引はもっと単純です。まず考えてみてください。お客さんは昨日カードで支払いました。カード会社も支払いを承認しました。ところが加盟店にお金が入るのは、数日後だったり、数週間後だったりします。その間、加盟店は何をしているのでしょうか？実は待っているのです。お金が振り込まれるのを待っています。では誰を信じて待っているのでしょうか？カード会社でしょうか？違います。決済代行会社です。ここが重要です。加盟店は、売上が発生した時点ではまだ現金を受け取っていません。受け取っているのは、後で支払ってもらう権利です。つまり売掛金です。
税理士の仕事をしていると、売掛金が回収できなくなる場面をたくさん見ます。取引先が倒産する、資金繰りが悪化する、連絡が取れなくなる、こうした話は珍しくありません。今回起きたことも、構造としてはそれと同じです。加盟店は、決済代行会社に対する売掛金を持っていました。そして、その売掛金の回収先が倒産しました。ただ、多くの人はそう認識していませんでした。なぜなら、カード決済だからです。カードブランドがついている、大きな会社が関わっている。だから安全だと思ってしまう。ですが実際には、加盟店が見ていた相手と、本当に信用していた相手は違っていました。ここで少し極端な話をします。毎月1000万円のカード売上があるお店があったとします。生産まで2週間かかるとします。すると常に数百万円規模のお金が、決済代行会社の信用の上に乗っていることになります。加盟店は意識していません。ですが経済的な実態としては、決済代行会社に信用供与している状態です。だから私は、決済会社という言葉が少し誤解を生むと思っています。もちろん決済を処理する会社です。しかし加盟店の立場から見ると、それだけではありません。売掛金の回収先でもあります。つまり取引先です。そして取引先である以上、倒産リスクがあります。今回の全投信の問題は、その当たり前の事実を思い出させました。多くの経営者は、売上を管理しています。経費も管理しています。税金も管理しています。ところが、売掛金の回収先の信用リスクまでは見ていません。全投信で起きたことは、まさにそこでした。カード決済は便利です。ですが便利であることと、信用リスクがないことは別の話です。そして次に見ていくのは、さらに厳しい現実です。では加盟店は防げたのでしょうか？本当に別の選択肢はあったのでしょうか？供与。ここまで聞くと、こう思う人がいるかもしれません。そんな危ない会社を使わなければよかったのではないか。もっと安全な会社を選べばよかったのではないか。確かにその考え方はあります。実際、別の決済会社も利用できた加盟店であれば、リスクを分散できた可能性があります。売上の一部だけでも別の会社で処理していれば、被害を小さくできたかもしれません。ですが、話はそれほど単純ではありません。なぜなら、全投信を利用していた加盟店の中には、そもそも選択肢が少なかった事業者もいたからです。世の中には、どこの会社でも歓迎される業種があります。一方で、審査が厳しくなる業種もあります。業種そのものが悪いという話ではありません。金融機関や決済会社がリスク管理の観点から慎重になるという話です。その結果、大手の決済会社では契約が難しい、あるいは利用条件が厳しい、そういう加盟店も存在します。その時、全投信のような会社は重要な存在になります。他では受け入れてもらえない加盟店にとって、事業を継続するためのインフラになるからです。ここに今回の問題の難しさがあります。全投信は加盟店を必要としていました。加盟店も全投信を必要としていました。双方が相手を必要としていたのです。私はこれを、共依存に近い関係だったと思っています。もちろん法的な責任を共有しているという意味ではありません。経済的な構造の話です。全投信は加盟店がいなければ収益を得られません。加盟店は全投信がいなければカード決済を維持できない場合があります。だから双方とも、全投信がこれからも存在し続けることを前提に動いていました。そして、こういう関係には特徴があります。リスクが見えにくくなります。長年問題なく動いている。毎月きちんと振り込まれる。何年もトラブルがない。そうなると、人は安全だと思い始めます。ですが本当に安全だったわけではありません。たまたま問題が表面化していなかっただけです。これは取引先との関係でも同じです。10年間取引している会社がある。だから倒産しないとは限りません。20年間取引している会社がある。だから安全とは限りません。信用リスクは普段見えません。だからこそ怖いのです。今回の全投信の問題は、加盟店に落ち度があったという単純な話ではありません。かといって、完全に被害者だったという話だけでもありません。実態としては、全投信の信用力を前提に事業を運営していた。そこに経営上のリスクが存在していた。そう理解するのが最も正確だと思います。そして最後に考えたいのは、これから経営者は何を学ぶべきなのかです。全投信の問題は、特殊な事件として忘れてしまっていいのでしょうか？それとも、もっと普遍的な教訓があるのでしょうか？教訓。では最後に、この問題から経営者は何を学ぶべきなのでしょうか？私は、全投信という会社の話だけで終わらせるのはもったいないと思っています。なぜなら、今回起きたことは、どの業界でも起こり得る話だからです。まず最初の教訓です。経営者は、取引先を売上先としてだけ見てはいけません。信用先として見なければなりません。例えば、大口の得意先があります。売上の半分を占めています。多くの経営者は、その会社からどれだけ売上をもらえるかを考えます。ですが本当に考えるべきなのは、その会社が倒れたらどうなるかです。これは決済代行会社も同じです。どれだけ便利か、どれだけ手数料が安いか、もちろん大切です。ですが、最初に見るべきなのは信用力です。なぜなら、最終的にお金を回収する相手だからです。二つ目の教訓です。分散は保険になります。投資の世界では、一つの銘柄に集中するなと言われます。それは事業でも同じです。取引先を分散する、決済手段を分散する、売上の回収先を分散する、それだけで一つの会社が倒
倒れても、会社全体が致命傷を受ける可能性は下がります。もちろん、現実には難しい場合もあります。特に今回のように、実質的な選択肢が少ない場合です。ですが、選択肢が少ないからこそ、そのリスクを認識することが重要になります。3つ目の教訓です。安全そうに見えるものほど、構造を見る必要があります。人は結果を見ます。大企業だから安心、有名だから安心、長年続いているから安心、そう考えます。ですが経営で本当に重要なのは構造です。誰が誰に支払うのか、誰が誰に依存しているのか、お金はどこを通るのか、契約はどうなっているのか、そこを見ないと本当のリスクは見えません。そして最後に今回の話を一言でまとめます。多くの人は前頭神で失われたのは売上だと思っています。私は少し違うと思います。本当に失われたのは信用への無関心です。売上が発生した。だから安心。カード会社が関わっている。だから安心。有名な仕組みだから安心。その思い込みが崩れたのです。経営とは、利益を追いかける仕事ではありません。利益を守る仕事でもあります。そして利益を守るためには、売上を見るだけでは足りません。お金がどこから来るのか、誰が払うのか、もし払えなくなったらどうなるのか、そこまで考えて初めて、本当の意味での経営になります。前頭神の問題は、決済代行会社の倒産という事件でした。しかし経営者にとっては、信用リスクという見えない問題を学ぶ教材でもあります。もしこの動画を見て、カード決済の見方が少し変わったなら、今日の目的は達成です。実務、ここまでの話を聞いて、では今から何をすればいいのか、そう考えた経営者の人も多いと思います。最後に実務的な話をします。まず、今回の問題で未清算のお金が残っている人は、感情ではなく資料を集めてください。契約書、売上明細、入金履歴、清算予定表、まず事実を固めることです。こういう場面では、不安になると情報を追いかけたくなります。ですが本当に大事なのは、自分の債権額を正確に把握することです。次に、これから新しい決済会社を選ぶ人です。手数料だけで選ばないでください。多くの人は何%安いかを見ます。ですが今回の問題を見ると、本当に重要なのはそこではありません。その会社は誰なのか、どれくらい事業を続けているのか、どんな業種を取り扱っているのか、入金サイトはどうなっているのか、そうした点も見なければなりません。さらに、可能であれば回収先を一つに集中させないことです。もちろん、現実には難しい場合があります。ですが、売上の全てを一社に依存する状態は、経営上のリスクになります。そして私が最も大事だと思うことがあります。それは、見慣れた仕組みを疑うことです。銀行預金、クレジットカード、電子マネー、ポイント、私たちは毎日当たり前に使っています。ですが、その仕組みを説明できる人は多くありません。今回の前頭神の問題もそうでした。みんな使っていました。でも、本当は誰が誰に支払うのか、その構造を理解している人は少なかったのです。経営者は数字を見る仕事です。ですが、数字だけを見る仕事ではありません。数字の裏側にある構造を見る仕事です。なぜ利益が出るのか、なぜお金が入るのか、なぜ回収できるのか、そこまで考える人が長く生き残ります。今回の話は、一社の倒産事件で終わる話ではありません。お金の流れを見る力、信用を見る力、構造を見る力、それらの大切さを教えてくれる出来事でした。もし次に便利なサービスを見つけたら、ぜひ一つだけ考えてみてください。私は今、誰を信用しているのだろうか。その問いが将来の大きな損失を防ぐかもしれません。